Pegue 16. Mr. Iwata? Mr. Iwata? Oh, wow. Yes, we're ready to start filming the Nintendo digital event for E3 2015. Okay, thank you. I will head directly to the stage. Reggie, are you ready for the digital event? Nintendo 62, Nintendo 63, Nintendo 64. My puppet body is ready. I'm here. Mr. Miyamoto? Oh, yes. Okay, ready whenever you are, gentlemen. I just have to remember my words. Look, look! Hey, Fox, do a barrel roll. Yeah, come on, Fox. Do a barrel roll. Yeah. Barrel roll? I can do better than that. Check this out. Entering Corneria's orbit. Switching to all-range mode. Let's take the offensive. Do a barrel roll.僕って結構この伏見稲荷さんのそばに住んでたり、子供の頃からこう関係があったりして、ここに守られてるような気がして、自分の守り神のような気がして。
子供の頃から僕らはほらサンダーバードを見て育ちで戦闘機の映画を見て育ちだからかっこいいものを作りたかったんですけど、そうすると全部その飛行機の飛ぶシーン以外にドラマあるんですね。でそれは会話であったり、それから突然ヒーローが現れたり敵が現れたりという。I'm here for a job, of course, and looks like I get to have a little fun. その時主人公をどうしようかっていうので、いろんなタイプの人を検討したんですけど、僕学生の頃から、ずっと動物を擬人化した漫画とかを描いてて、これ動物にしようっていうことになって、それで今村さんっていうデザイナーと一緒に相談してる時に狐の絵があって、じゃあちょうど狐でやってみようということになったんですね。We're entering Corneria City now. スターフォックスのゲームを作ってる時にやっぱり人ってほらこう囲いがあるとくぐりたくなるじゃないですか。物があると避けるし、でそのくぐっていくためにこうゲートをいろいろ作ったんですね。でそれがちょっと狐のキャラクターの話をした時に、ここのにはたくさんのねゲートがあってすごい有名なので、これはぴったりだっていうんで、じゃあゲームの中にももっとそのゲートを増やそうというふうな設計をしました。スターフォックスっていうのは操縦桿を使うゲームなんですけど、狙うゲームっていうのは上を狙う時に上にスティックを上げるんですけども、操縦桿を使って上に上がる時には手前に引きますよね。そのさらに上を見るときにジャイロでグッて上を見るとかいうのがすごい一体感を持って遊べるので、ぜひともその操縦桿モードでチャレンジしてもらえたらものすごく楽しいと思います。 Wii U の2つの画面がありますよね。でこれにすごく注目をして、実は最初スターフォックスじゃないものをもう想定しながら実験を始めたんですね。でっていうのは2つの画面があるので、1つの画面はこう演出に使う、で1つの画面をゲームに使うっていう風な構成をしてみたいと。ゲームパッドのジャイロというのも今回スターフォックスを選んだ一つの大きな理由なんですけども、自分でコックピットに乗っててこういうふうに狙うんですね。でこういうふうに狙うとそれに反応してちゃんと画面が動く。だからスターフォックスはもともとは自分の飛行機を操縦しながらそっちの方を撃つっていうのが、一つのテクニックの遊びだったんですけども、今回は狙うっていうのは狙うで別に分けようと。だからまっすぐ飛びながら横とか下をダダダダとこう打ちながら進めるっていうことをやってみたくて、それが意外とそのゲームパッドの画面とメインの画面を使うことでうまく収まったので、これはぜひとも楽しみにしてほしい部分です。今回ダブルスティックになったことで、以前64なんかではボタンをいろいろ使わないとダメだったのが、ダブルスティックでその加速して減速して宙返りしてこうローリングしてというのはすごく快適になったので、シュートボタンも1個だけなんですね。でこの1個のボタンで全部攻撃ができるので、あと4つボタンが余ってるんですよ。だからここでやっぱり変身するとかトランスフォームするとか、それから宙返りももうボタンで一発でできるようになるとか、Uターンもボタン一発でできるようになってる。これも今回の売りなんですけど、実はスターフォックス2の時にアーウィンがウォーカーに変身するっていうのを作ったんですけど、結局そのゲームは世の中に出せなかったので、ずっと何とかしたいと思って、で今回はまずアーウィンがウォーカーに変身するというのが第一のポイントです。でこれに合わせてランドマスターも実は変身しますし、それから新しい乗り物として今ドローンタイプのヘリコプターのようなものがあって、これで結構作業要員のような仕事をしたり、戦闘機のパイロットの仕事をしたり、いろんなことができるようになって、しかもコース数は前とあんまり変わらないんですけども、一つのコースを違う乗り物で遊ぶとか、一回ストーリーを全部クリアしてからのオプションの遊びがたくさん入っているので、ぜひとも全部マスターするようにしたいです。過去のものをベースに全く作り直したので、今回は4でも5でもないし、で、リメイクでもないので、ゼロっていうタイトルを考えてみました。割と最初からゼロに漢字を使おうと僕は思ってました。っていうのはこういう稲荷っていう僕らの日本人のねこういう文化をもとに僕は作ってるわけなので、じゃあ世界中の人に漢字を見てもらってできたらかっこいいって言ってもらいたいっていうのがあります。ですからそのブラシでバーッとこう書いた文字を狐の尻尾のようにして大きくゼロという漢字を入れてみました。Hi,
and welcome to Nintendo's digital event for E3 2015. I'm Reggie Fils-Aimé, President of Nintendo of America. We began today having a little fun imagining ourselves as characters in the Star Fox universe. But that opening was more than just fun. It also represents a theme you're going to encounter consistently throughout Nintendo's experience for E3. That theme is transformation. Recently, Mr. Iwata has made several announcements on how Nintendo itself is being transformed, with expansion to Universal theme parks, mobile devices, and our new dedicated game platform, codenamed NX, which we'll tell you more about in 2016. Today, our purpose is more immediate, to focus on the transformations you'll be enjoying right inside your Nintendo gameplay in the coming months. If there's a secret to the longevity of Nintendo franchises, it is transformation. We never let them stand still. There always has to be something new, something compelling. And that even applies to the game Super Mario Bros., which is celebrating its 30th anniversary in 2015. To say he's been transformed over the years is obvious, but along the way, he's also transformed gaming, from establishing the platforming genre on the NES to the 3D world of Super Mario 64. Later this year, Super Mario Maker will take the next step by turning the essence of game creation over to you, our fans. Now, players will become creators as you build your own Mario levels that can be shared globally with friends. And who knows, maybe even I'll be playing, and of course beating, your latest creation. Finally, nothing in our history has transformed our franchises quite like Amiibo. And as you'll find out this week, there are more new Amiibo on the way and more games for them to inhabit. In fact, right now, let's see how Amiibo are about to show up in a totally unexpected way. So at this year's Nintendo digital event, the team put me right to work. So I'm pleased to be here with Karthik Bala from the Vicarious Vision studio at Activision. And Karthik, we've got some great news to share. Yeah, so the hallmark of the Skylanders franchise has always been deliver brand new innovation and the highest quality game experience. For the first time, we're bringing a whole new toy category to life. We're bringing vehicles to life this year with our new game, Skylanders Superchargers, and really blending it to this epic vehicle adventure. But there's more to it, right? We've got 2 unexpected guest stars. So introducing turbocharged Donkey Kong and his vehicle, the Barrel Blaster. We also have Bowser. This is Hammer Slam Bowser, and his vehicle, the Clown Cruiser. Bowser is always my favorite. I don't know why people say that I look like Bowser and at times act like Bowser. As you're playing as these figures, as you have the various vehicles, what happens? So they have complete move sets and upgrade trees of powers and abilities, some of which are natural, things that you would expect, like Donkey Kong throwing barrels and Bowser slamming down his hammer, but also really unexpected moves that harken back to elements of lore within the 30 years of history of these characters. What else can these figures do? If you put the figure on a Skylanders portal, they act as a Skylander, but you can twist the base and switch it to Amiibo, and it can be used as an Amiibo in another Nintendo game. So again, these characters, these vehicles, only playable on Nintendo. So as you go through this collaboration with Nintendo, a company that is very protective of its franchises, that always likes to have total control, what was that like in terms of working with us to bring these fabulous experiences to life? We're such
big like Nintendo fanboys, and I think we may have been a little too cautious at first. We wanted to have a form of Bowser where he became really big, and we pitched the idea of using Giga Bowser, and this is when the Nintendo team said, no, do something different, something new, and we created Magma Bowser, right? Who's never been seen before, and his fire breath just becomes this insane flamethrower. We wanted to set the Koopa on fire, and they said use dry bones, right? And so like dry bones, and they said, well, here's all the material for dry bones, and it was just building on top of that, and we just didn't we didn't think that we were going to get away with all of this stuff. Karthik, thank you so much for sharing this information. And throughout the entire week, we're going to be sharing more and more information. You and your team are going to grace us at Nintendo Treehouse Live, and there's going to be a lot more information to share. I'm super excited. Fantastic. Thank you. I wonder what's next.皆さんこんにちは、ゼロダの伝説のプロデューサーの青沼です。今日は 3DS の最新作、トライフォースヒーローズをディレクターの鹿田さんと一緒にご紹介しようと思います。よろしくお願いします。マルチで協力っていうのがやってみたくて、今までのゼルダシリーズっていうのはちょっとパーティーゲームっぽい、みんなでガーってやってルピーを取り合ってみたいなのがあったと思うんですけど、今回はちゃんとしっかりと協力してダンジョンを解いていくっていうのがやりたかったなと思いました。カメラのドラフォース2でね、 3DS のいわゆる立体種を高さ方向にうまく使って、新しいゼルダのね遊び方を作ったんで、それを今回も絶対生かしてくると。じゃあマルチでそれをどういうふうにするのかなっていうので出た答えが、ね、トーテムっていう3人が重なってね高いところにアプローチできるっていう、そういう遊びなんですね。やっぱり協力して今まで行けなかった場所に行くっていうのも一番分かりやすいのが高さだ。高いところにっていうのはもう物理的に行けないので、3人で協力するとそういうところに行けるっていうのがね、とっても分かりやすいアプローチだなと思って。そのトーテムするっていうところで4人だと結構高くなりすぎる。やっぱり3人ぐらいの方がちょうど高さのアプローチもできるしっていうことで3人がいいかなっていうふうになりました。シングルプレイの場合はマネ人っていうその人形がいまして、それが2体います。自分とマネ人っていう2体がいまして、それを切り替えながら進んでいくっていう遊びですね。ストーリーはですね、街のみんながおしゃれが好きな王国で始まるんですけども、そこで事件が起こります。その町の王様がその勇者を募集
するんですけれども、その勇者の募集を見てリンクが来たっていう設定になってます。アイテムを使ってその敵を倒したりダンジョンみたいなところを攻略していくっていうところはもう過去のゼルダと同じような感じなので、ゼルダファンの方にも十分楽しんでいただけるかなと思います。でそれに加えて今回はですね、服っていう要素がありまして、材料を集めてきて服を買えるんですけども、その服を買うことで例えばその服を着ると性能がアップしたりするので、それでまたその同じコースなんですけど違う服を着ることで違う遊びになって何回もやり込めるっていう感じになってて、マルチってね、逆に言うとその知らない人とやった方が面白いかもしれないですよね。どんどんそういう新しい人を誘ってね、遊んでもらえたら嬉しいなって、これはかなりプロデューサー的な考え方ですけど。他の3人グループとやってる時たまに叫び声が聞こえてきます。うわーしまったとかごめんとか言ってますよね。多分チームの中で一番声がでかいので実はねこのトライフォースヒーローズともう一つ 3DS には新しいゼルダタイトルがありまして、去年ね Wii U 版でリリースした「ゼルダ無双」ありましたけど、それの 3DS 版を作ってます。基本今回の 3DS 版っていうのはWii U 版のいわゆる移植がベースなんですけどね、その移植の中にはもちろんその Wii U 版の全てのダウンロードコンテンツが入った状態の移植になってますので、もう最初からその全てのコンテンツが遊べる形になります。さらに風のタクトのキャラクター、それからその世界マップですよね、そういうものも新たに追加されることになるので、また遊びが広がる形になると思います。ゼルダ無双っていうのは僕の作れるゼルダじゃないというか僕にはああいうゼルダを作るっていう感覚がねないというか、光栄テクノさんだからこそ作れたっていうものなんですね。3DS でねそれをまた楽しんでもらって、でトライフォースヒーローズも一緒に遊んでもらってですね、またここからゼルダってものを皆さんで楽しんでいってもらえると嬉しいなと思ってます。Hey.
ocean's gray waves, destined to seek life beyond the shore, just out of reach. Yet the waters ever change, flowing like time. The path is yours to try. You are my child now. Now, once and for all, no more games. To the death. Here I come. I'll show you. I won't surrender. Now pay for your betrayal. Don't look at me. Please. There is only one punishment. The sentence is death. Try to be at peace. Kill me if you want, but do it as yourself. Onegai, Shida! 私はシーダ。あなたは翼という名前なの？人類の天敵に対抗し得るもの、それがミラージュマスターよ。今の翼の歌声ならきっと届く。だから歌うんだ、翼。行こう、我が友いつきよ。織部翼、17歳です。心を込めて歌います。ええ、翼の本気を見せてあげて。背中は任せだぜ。かけるぞ、誰よりも早く。ロードのマスターが現れた。ついに始まるのね。私の出番ね。努力？才能よ。どうしたの？お姉さんに何か用かしら？きっとお兄ちゃんたちなら大丈夫。頑張って。一緒に行こう、クロム。運命を超える。
Hi, I'm Emi Watanabe, and I work in software planning and development department at Nintendo. And I am a coordinator. I work with developers in making Nintendo games. I've worked on Kirby's Epic Yarn with the same developer, and I was in charge of designing Yoshi's Woolly World with Tezuka-san. Working with Tezuka-san is very inspirational. He is the leader of this project. At the same time, he has the perspectives of the player. So he has both elements, the leader and the player. At first, I decided to make some Yarn Yoshi just for fun because I'm not a programmer or an artist, so I wasn't able to make something in the actual game. And the development team was really working hard. So I thought to myself, is there anything that I can do in some way to help this game? I went home and got some yarn and I decided to make my very first Yarn Yoshi. When I brought it back to the office, the smiles on the face of my colleagues really struck me. There was this proposal made at Nintendo saying that maybe for a game like this, a plushie amiibo would be more fun to have because it goes well with the vibe of the game. And when I heard that, I fell in love with that idea and decided to make more Yarn Yoshi prototypes. Yoshi himself is made of yarn. The shape of his body transforms into different shapes. So he turns into like a propeller when you jump, and he turns into a mallet when he does the ground pound. But also the world itself is in yarn and fabrics and lots of textiles. We have places in the game where you can unravel, and you can also knit platforms. And in this game, the enemies are made of yarn as well. So when Yoshi swallows them, they turn into little yarn balls instead of eggs. Well, most of all, we want the game to be fun. Yoshi's Woolly World provides plenty of challenge if you try to go for 100% completion. But also we wanted to have lots and lots of people enjoy the game, and those lots of people have different expectations on the difficulty of the game. And for us, what's so special about Yoshi games is that the difficulty level is all up to the player, because if you just want to have fun, you can just run through the levels. If you think you're a more advanced player, you can set the challenge a little higher by collecting lots of items, and that provides plenty of challenge in this game. We are very confident that the game provides both the challenge and the fun. Its co-op mode is designed so that the user can decide how they want to play with their friend. So you can either cooperate with your friend, you can help each other out, you can swallow the other Yoshi, turn him into a yarn ball, and then throw it to high areas so that the other Yoshi can reach that area. So you can do a little bit of a competition with your friend. You can be a little mean. If you have an amiibo, and if you use it in Yoshi's Woolly World, then Yoshi's design turns into that amiibo character. So for example, if you have a Mario amiibo, you can get a Mario Yoshi
which is a Yoshi in Mario pattern, in Mario design. So if you have an amiibo at home, maybe you can have fun trying out different characters. In this game, when we turned Pucci into Yarn, he was really cute. So that's why we decided to have him again in this game. He barks when there's an important item around you, so he's a quite useful companion to have. Even after you clear the level, it's really fun to go back, revisit that level, because there's always something that you missed out on. You always find something new. It would be great if you can collect all the items in one go, but that is quite challenging. So I hope people can enjoy playing the same level over and over again. Most of all, I want people to feel happy when playing this game. This is it. Think you understand yokai a little better now? Do your thing! Summoning Charming!なんかね30年もやってるとね、例えば3つぐらいアイデアがあってどの案でいきましょう言った時にいつもこれって指さしたら一緒なんですよ大体。これは不思議ですね。
次こういうマリオの横スクロールゲームを作るんだったら、もっと簡単なツールがいるだろうなっていうんで、ツールチームが最初にこういう、今のマリオメーカーの原型みたいなものを作っていったんです。これはもうね、ちゃんと製品に仕上げてみんなで作った方が面白いじゃないのというのでこのプロジェクトが始まったんですね。これは置いたところですぐに結果が見れますから、もうそのあたりの工夫はし放題。当時はコンピューターのツールっていうよりはもうほとんど手書きで書いたものをデータに落としていくという仕事をしてて、例えばこんな方眼紙の紙にコースをこう、レイアウトを書いて、でそれをプログラマーさんに渡して、で数値に置き換えて入力してたんです。古い資料をちょっと見てたらこんなん出てきたんですけどね。出てきたね。これすごく貴重な資料で何かというと、スーパーマリオをね最初企画した時に陸海空って言ってて、で空の空のシーンを遊びを作るっていう。だから今回、マリオメーカーでは自由に雲をセットしといたら雲に乗って移動できて、でファイアボール打ったりとか、みたいなこともできるし。このコースを何度も書き直してるうちに汚くなって見えなくなってきたら、こういうふうにしてトレーシングペーパーを上にかけて、またこれで何枚も直していくっていうことを続けてました。全く新しいものを入れるんじゃなくて、その過去のものを利用して、新しい組み合わせができないか。例えば敵をどんどん上に高く積んでいったりとかできなかったり、横向きのジャンプ台があったりとか、砲台からキラーという敵だけじゃなくていろんな敵をセットしたりとか。水中では我々は使ったことがなかったものが水中で使えたり、例えば意外なことが。クリボー、水中には絶対出ないキャラクターなんですけども、ミジンコのように泳ぐんですよ。今回ね、マリオのキャラクターが、別のキャラクターに置き換わってプレイするっていう、そういう遊び方ができます。例えばウィフィットのお姉さんのキャラクターアミーボを乗せると、マリオがウィフィットのお姉さんになる。今キャラマリオって呼んでるんですけども、これをたくさん用意しました。マリオ30周年を記念して、8ビットマリオの、アミーボを作ったんですけども、ちょっと大きなマリオになります。でこのアミーボ自体も大きめに見えるサイズなんですけども、それをイメージした大きさになった。このマリオメーカー用のブックレットを作ったんです。これにはそのサンプル的なコースも載ってるんですけども、見てて本当に楽しいマリオの、世界をなんとなくこうデザインしたらこんな風になるんだろうなっていうおかしな本だったり、します。大体自分が最初にこういう風に遊んでほしいって作るコースっていうのは大体2の2っていうか2の1っていうかぐらいだって決めてるんですね。だから大体作ったものをもうちょっと分かりやすくして、で1の1を作るっていうのがいつものパターンなんです。で1の1で一番あんまり良くない、性格的にこういうこと言うの良くないかも1の1で一番やってるのは、例えば最初のところでクリボーが来て、で今度キノコが出てきてうわーって逃げますよね。で逃げるけど上に天井があるので逃げられないんですよ。で逃げながら飛ぶと大体落ちて当たるんですよ。で当たったと思う時に当たったんじゃなくてキノコで成長しますって。だから自分が最悪と思った時に一番いいことが起こるって。でその後こう階段のようなものがあって、こう下が真ん中が切れてるって、落ちたと思ったらそこはまだ穴じゃなくて、その次がもう一回穴になって一回練習させてくれるとか、そういうところはものすごく意識して作りますね。多分ね、初めてこのマリオの遊びゲームをした時に移動しながらジャンプすること自体がとても難しいんですね。だから最初の穴っていうのはほとんどの人は最初はまっちゃうんですよ。はまっちゃう、入ってしまうんですね。ゲームデザイナー入門ソフトとしてのそうですね、ゲーム業界を目指す人にはぜひ勉強になります。いいゲームデザイナーになってください。Earlier I said that Nintendo's experience for E3 is all about transformation.
And while we've given you a sneak peek of some of our games coming later in 2015, there's still much more to share. Next, Nintendo Treehouse Live at E3 begins. We'll kick off with Mr. Miyamoto and fellow developers flying through Star Fox Zero. And if you can't wait to get your hands on Super Mario Maker, the opportunity is right in front of you. On Wednesday, from 4 p.m. to 9 p.m., and Saturday from noon until 5 p.m. local time, you can walk into any of more than 100 Best Buy stores in the US and Canada and experience the game for yourself, firsthand. You can find the details of all of our activities this week at e3.nintendo.com. To close, as anyone transforms, be it a person or a company, it's good to reflect on where you've been to help guide where you go next. Over the past 30 years, more than 1 billion people around the world have played a Nintendo game. And most of them have played as gaming's biggest star, Mario. From the music, to the costumes, to the characters, Super Mario isn't just Nintendo's mascot. There's a little piece of him, and certainly memories of his adventures, inside all of us. Oh yeah!